どうもこんにちは、川口の健です。大変お待たせしました。工房が完成しました。いや本当に大変な日々だったんですけど、コツコツと作業を進めてここまで来ることができました。ということで今日は工房の全容をご紹介したいと思います。それでは岸沢区新工房をご案内します。こんな感じに仕上がりました。とても迫力があります。かなり大きいです。先に外観見ていきます。壁は焦げ茶色の板張りです。そして屋根は赤い屋根です。そこに煙突が立っています。で窓は白枠という感じで、まさに山小屋らしい雰囲気に仕上がっていると思います。まずこの玄関のアプローチです。ここも当然なんですけど、他の場所と同じように土と草でした。穴を掘って平らにして植物を植えたり石垣を作ったりしてきました。まずは枕木の階段降りていくとレンガの道があります。そして横にはたくさんの植物寄せ植えにしてあります。ここにはですね、ホームセンターで買ってきた園芸植物もあれば、この森にもともと自生している植物をここに移して植えたっていうものもあります。ブルーベリーもね植わってます。なってますね。ちょっと食べます。美味しい。そしてこっち側にはアジサイ植えてます。でこの車輪、この玄関前の車輪2つあるんですけど、結構このガーデニングに車輪って置くことが多いんですよね。これなんでかって意味調べたら、なんかね豊かさの象徴ということからなんか幸福を呼ぶとかね、そういう意味合いがあるそうです。なんかこれがあるだけで奥行きありますよね。そしてちょっとこっち側から行きましょう。こっちにレンガの道から分岐した道があります。こっちに歩いていくとここが工房正面の庭です。じゃあちょっとぐっと下がって工房全体を見ていきます。方角で言いますと、こちら僕がいるのが、南西ですね。建物は南と北が長くて西と東が短くなってます。なのでこの今大きく見えてるここデッキが長くあるんですけど、この部分が南面です。ここはですね八ヶ岳の南麓、全てがね傾斜地です。南麓なので南側に向かって下る斜面になってます。なのでこの建物も南側に向けて大きい窓を取ってウッドデッキを取って作ってあります。大きさでいうと建物本体の大きさが短い方で 4.5 メーター、長い方で 11.8 メーターです。さらにその 4.5 メーターの脇にこの南側ウッドデッキがありますんで、このウッドデッキが 1.6 メーターあります。このウッドデッキが結構自慢のウッドデッキでして、この長さ一番奥まで行くと16メーターぐらいあります。ビーッと直線が伸びてる感じが好きですね。あとこの屋根の裏側、ここたるきっていうこの屋根を支える部材なんですけど、これがね向こうまで31本あります。なんかちょっと京都の社寺の縁側みたいな雰囲気がね若干あります。
この庭には2本の白樺の木、そしてこれはもみじですね。なので紅葉もねかなり工房の中から楽しめます。さて今ずっと東側に歩いてきました。こっち側は建物、玄関と真逆、勝手口があります。で、勝手口がある目の前はすごく広いウッドデッキになってます。ここは屋根のないウッドデッキで、長さが6メーター ×3 メーターぐらいあります。なので晴れてる日はここでご飯なんか食べたりできますね。そしてちょっと今ゴミ袋ありますけど、ここ北側です。こっちが北側。ウッドデッキはこの北側まで伸びてきてます。ここはねまだちょっと作れてないんですけど、薪ストーブに使うための薪を保管しておく薪棚をここに設置する予定です。で外に降りずにウッドデッキを伝っていけるようにこの北側までウッドデッキを伸ばしてあります。ちなみに森人の工房制作動画ではこの道まで作るところを撮ってましたね。ここをまず最初に作るっていうのが今回の工房制作のミッションでした。屋根に2つ見える四角いものは天窓です。後で中入ってお見せします。じゃあそれではちょっとウッドデッキに乗って外見ていきます。まず玄関上でお客さんをお迎えするのがこのキッシュ・ザ・ワークの看板です。これももちろん手作りです。エスタブリッシュ2021キッシュ・ザ・ワークワークショップイン八ヶ岳ということで、これ木材と針金と、そして木材をレーザーカットしてこんな感じで作ってあります。これ玄関灯です。今昼なんでつけてないですけど、夜になるとこれを点灯します。でここにね大きな斜めの部材があります。わかりますかね。これ結構こだわりの一つで、飾りではあるんですけどどうしてもこれがやりたくて丸太から製材して作りました。丸太というのはあそこにたくさん丸太寝転がってるんですけど、あれを切り出しました。そしてねこれはかなりマニアックな部分なんですけど、こういった窓枠全てこだわってます。結構デザイン性の高い窓枠を削って作ってます。それでは中に入りましょう。玄関ドアはガラス窓がついた木製ドア。真鍮の取っ手を引いて中に入ります。いらっしゃいませ。ここはキッシュ・ザ・ワークの新工房応接間です。どうでしょう。本当にめちゃめちゃこだわりました。言いたいことがいっぱいありすぎるんですけど、どっから行こうかな。この応接間はですねアンティーク家具をたくさん入れてます。それに合わせるような内装を作りました。
イメージとしてはやっぱりイギリスのクラシックな雰囲気ですかね。その辺を再現するべくいろいろと詰め込みました。じゃあちょっとどこからいこうかな。じゃあこのドアから。このドアはね本当に迫力があります。これしかもめちゃくちゃでかいんですよ。背の高さ224センチありまして、本物のフランスで使われていたアンティークドアです。でこのドア面白いのがですね、取っ手が真ん中についてます。とかいろいろついてて、例えばこれはですね、このドアホテルで使われてたドアらしくて、客室と廊下で喋れるようなスピーカーっていうか、それ用の穴です。あとはこれ呼べ鈴ですね。これ今鳴らないですけど、昔はこれでビーッと鳴らしてたんでしょう。あとは鍵が1、2、3とついてますね。このドアをつけるときにこの鍵を分解したんですけど、それぞれ別な年代の鍵がついてて、多分鍵壊れてまた付け直して、それも壊れて付け直してっていう、そういうね歴史が詰まってます。で上でこのドアを照らしているのがまたフランスアンティークのライト、可憐ですね。ガラスのシェードと真鍮の頭部なんですけど、いちいちこういった模様が美しいですね。その下、ドアの上にあるこのモールディング、これモコモコやるのをモールディングっていうんですけど、これはこのドアに合わせて僕が手作りしました。これがね、今回の工房での一番の自信作かもしれないですね。色といい質感といい、バッチリハマってます。もちろんこの横のドア枠もそうです。ちょっとドアだけで語りすぎちゃってますので次に行きます。この棚、これはですね、靴箱制作して完成した靴を入れておいたり、お預かりした靴とかね、そういった靴が入るような大きい棚を作りました。これはねアンティークっぽく作った手作りです。今ねあんまり置く靴がないので、いろいろごちゃごちゃと小物が置いてありますけど、そしてここライト、可愛いライトをねつけました。ちっちゃいガラスシェードのついた裸電球タイプのペンダントライト、上から2灯吊るしてます。その奥にあるのが、この辺はね靴磨き屋さんをねイメージしてるんですけど、これ靴磨き道具を置いてある棚です。これイギリスのアンティークの棚ですね。そしてその前にあるカウンターです。このカウンターテーブルというか、家具の名前としてはロールトップデスクといいまして、書斎に置くような机ですね。ロールトップデスクということで、ここがロール蛇腹式になってて上がります。こんな感じで、これ何用かというと、例えば領収書だったりね、そういうペンだったりいろいろ入れておいたり、あとはねこう靴磨きもできるななんてね思って、このカウンターとこの靴磨きの棚っていうのをセットでつけました。そしてこちらの壁、木型の壁です。今そんなに数がないですけど、こうしてウィスフォークでお客さんの足に合わせて作った木型をこうやって飾って収納します。このライトはですね、これもアンティークで、シェードが革なんですよね。薄い革です。もうちょっと暗くすると分かるんですけど、模様があるじゃないですか。これねほんとねすごくて、革の裏面ってニベっていう、普通革ではバサバサして使えない部分なんで剥ぐんですけど、多分それをね少しあえて残して、こんな大理石みたいな模様が出てます。こちら玄関の上の壁は、これもやりたかったことの一つで、額をたくさん飾りました。
いろんな額飾ってあります。ぜひ工房来てくれた方、一つずつ見ていただけたら嬉しいです。これはですね、靴のアッパーの、これ本物です。本物の革です。これを額装したり、あとなんかちょっとね、イギリスの民族衣装を着た人々とか、あとは昔の古い靴の広告とかね。あとはここにあるのは、これはあれですね、モリジェン YouTube10 万人の銀色の盾です。そしてぜひこれも見ていただきたいんですけど、このでっかい物体、なんだか分かりますでしょうか。これドアクローザーです。ドアクローザーっていうのはドアが開いたままにならないように閉めてくれるものなんですけど、これアンティークというかヴィンテージですね。アメリカから購入しました。今閉まってないんですけど、ゆっくり閉まります。そしてこちら、この大迫力のソファーです。これはアンティークではなくてですね、僕が昔勤めていた会社の関係でちょっと購入したものなんですけど、非常にかっこいいですね。そしてめちゃめちゃ座り心地がいいです。もう座っただけでリラックスできますし、この椅子に座って工房を見渡すと、僕が自分で作ったからですけど、かなりグッときます。ちょっと座ります。ぜひこの椅子楽しんでください。その椅子の目の前にあるこちらがデザイン相談のためのローテーブルです。こちらもイギリスアンティークのものです。そしてその下にこれ入ってるの分かりますか。これはですね、採寸台です。この上に乗って足を測ります。でこの採寸台の中に採寸に必要なものとかが入ってます。これは僕がお客さんとお話しするときに座る椅子です。そしてその奥、こちらキャビネットがあるんですけど、ここが靴のサンプル置き場です。今サンプルの数あんまりないので、もうここにあるだけしかないんですけど、今後ね増やしていって、こちら横にあるこちらのガラスキャビネットにも入れていきたいですね。このキャビネットの上には今ちょっといろいろと宝箱を置いてます。あとはアンティークの手術リだったり、アンティークのミシンだったりを置いてあります。今このガラスキャビネットの中には僕が作ったものではないお気に入りの既製物が入っています。そしてこちらもアンティークのステンドグラスです。向こう側に見えているのが工房です。制作場ですね。あそこに吉健がいますけど、応接側から工房側を見ることができます。あとはもう一つ、ここにちょっとね、テレフォンベンチっていう可愛らしい椅子があったりとか、これ巻き巻きのツイストレッグっていうね、足がついてるすごく迫力のあるテーブル、他にも照明、ここにオパールセントグラスというね、電気をねちょっと消すと分かりにくいんですけど、青白いガラスのシェードがついたシャンデリアとか、こちらブロンズのシャンデリアです。壁の素材は漆喰です。
塗り壁ですね。一見ただの白い壁なんですけど、微妙に凹凸感があったりとか、ちょっと素材感があってね、温かみのある壁です。そして、その下の壁ちょっと暗いんですけど、これ腰壁といって腰の高さまでの壁。これねモールディング壁といってこういった飾りをつけてます。ちょっとねクラシックな高級ホテルなんかにあるような内装なんですけど、それをなんとかホームセンターにある材料でね試行錯誤しながら作りました。そしてこの床材なんですが、こだわりにこだわってます。この床材は市販の多くのフローリング材を使ってるんですけども、とても新品とは思えないです。これはですね、もともとすごく綺麗な板だったんですけど、一枚一枚手でアンティーク加工を施してこんな感じの雰囲気に仕上げました。使った量としては100枚は優に超えてると思うので、かなり加工は大変だったんですが、このアンティーク加工を置くにあたって床だけが新品で浮くみたいなことがね全くなく、すごく馴染んでると思います。一枚一枚手作業でアンティーク加工を行っているので、当然一枚一枚模様が違います。木目の違いはもちろんなんですけど、この傷もそれぞれ違います。でこのフローリング材には設定がありまして、この建物に持ってくる前にどこかの古民家で使われていて、そこの古民家でもう使わなくなったということで、それを剥がしてこちらに張り替えたというね、そういう設定です。でそちらの古民家ではその民家が建った当時から使われていたフローリングもあれば、傷みすぎて張り替えられたフローリングもあり、それをまとめて持ってきているので、こういったかなりダメージのあるというか、もう製材技術の問題なんですけど、製材技術によってあまりきれいにならなかった材、そしてそこに使用したことによる経年変化というか、経年劣化というかね、そういった傷がついている材もあれば、比較的新しい材、古民家で張り替えられたんでしょうね、それを持ってきたので、あんまりダメージがなく、そして綺麗な材っていうのもあります。それぞれそういったコンセプトを持って加工してますので、一つ一つ表情が違います。そういう設定なんですけどね、実際はこれは新品のフローリング材です。この工房でね、それぞれ違う表情のフローリングをちょっとお気に入りの1枚見つけてみるっていうのもまたいいかもしれないです。ちなみに僕のお気に入りの材はこれですね。木目とこのダメージの具合がちょうどいいんですよ。これが好きです。そして天井はこれトラス構造という屋根を支えている構造体なんですけど、これをそのまま見せてます。そして天井面は板張りで、かなり山小屋らしい雰囲気も漂ってるんじゃないかと思います。こちらもアンティークなんですけど、スイッチです。真鍮と陶器でできたスイッチで可愛らしいですね。ついカチカチとスイッチを押したくなりますね。この工房にお越しいただいたビスポークのお客様は、まずここでデザイン相談をして革を決めていただいて、そして足の採寸をしていくという感じです。この空間は本当にね落ち着きます。自分で作っておいて言うのもなんですけど、なかなかねここまで凝った空間ってないと思うので、靴を作るという楽しみだけでなく、この空間自体もね楽しんでいただけると思います。それでは工房側にご案内します。